エガネこんばんは、はるです。今回はコスパ最高ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になります。ベスト11ということになるので、安くて強い選手11名をですね、紹介していければなというふうに思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。まずはですね、メンフィス・デパイです。デパイ。デパイ値段はですね、2300コインぐらいで買うことができます。逆足がね、3っていうのはちょっと残念な部分ではあるんですけれども、スキルが5。ここが非常にいいところかなと思います。どうしてもやっぱスキル5の選手ってちょっと高かったりとかはするので、2000円ちょっとでね、スキル5のデパイが獲得できるっていうのはいいんじゃないかなと思います。で、ST の選手としてね、決定力だったりとか、スピード、ペースっていうような部分もある程度、あるので、そこもいいところで、あとはパスもね、ちょっと上手いっていう、視野が85っていうところがね、いいのかなって思いますし、保険でちょっとフィジカルも持ってるっていうのが、デパイのいいポイントかなと思います。特になんか、どっかがね、めっちゃ、低いっていうこともない。冷静さはちょっと低めかもしれないですけど、ただ2300コインなんで、その値段でね、この能力だったりとかスキルを備えてるっていうのは非常に優秀かなというふうに思います。で、そして、続いてはマフレズですね。マフレズ。こちらもスキル5の選手なんですけれども、値段はですね、8000コインぐらいかな。で、買うことができます。マフレズはね、もともとこう、スキル5、逆足4っていうのが非常に、いいですね。逆足でも、しっかり4の、能力というか、があるっていうのは素晴らしいですね。役割意識、意欲のところ、普通っていうのは、ちょっと残念なんですけど、ただこの人も能力が、ある程度良くて、ドリブラーっていう、デパイよりかちょっとドリブラー気質が高いかなと、思いますね。なんで、特にサイドとかで、ドリブルしたり、したい人とか、あとは本当スキルでかわしたいっていう人は、マフレーズはめちゃくちゃおすすめですね。本当こう、ぬるぬるいける選手で、フィジカルで当てられちゃうと、ちょっとこう、負けてしまったりとかはするんですけれども、スキルで剥がせるっていう、そんな選手になりますね。ペースとかがね、もうちょっとこう、早ければいいなって思う時はあったりするんですけれども、それでも非常にこの人も優秀な、選手ですね。で、そして、続いてはクリバリですね。クリバリ値段はですね、1500コインぐらいで、買うことができます。もちろんクリバリはね、守備力っていうのは高くて、フィジカルもあって、非常にセンターバックとしては全然素晴らしい選手。で、ペースもあるし、本当に強いんですけど、あとは逆足4っていうのも、そういうのも非常に魅力的な、選手になりますね。ただドリブル自体はちょっと重たく、なってしまいますし、クリバリで運んでいくっていうのが、ちょっと難しい、そんな選手になりますね。パス、逆足が4なんで、早めに逆足で持ってても、展開したりとか、パスつけるのがいいかなというふうに思いますね。普通に OVR84 ですけど、全然普通に優秀。実際自分もね、こうやって使ってるんで、ある程度はやれるなっていう、そんな選手。1500コインなんで、それから考えると非常にコスパはいいなと、いうふうに思いますね。で、そして続いては、リュカエルナンデスです。リュカエルナンデス。リュカはですね、値段は1800コインぐらいかな。で、買うことができます。クリバリとは違ってね、逆足が2っていうのはね、ちょっと残念っていうか、2は結構低いんで、ちょっと、って思う時はあるんですけれども、それでも、この人も普通にいいですね。クリバリと比べると、やっぱりパスとかドリブルっていうのも、ちょっとより、ね、器用にこなせる、そんな選手になるので、ボール取った後、しっかり繋げてくれたりとか、ミスをしないっていう、そんな選手です。ただでも逆足で蹴っちゃうとそらミスはあるんですけど、その逆足だけには、注意はした方がいいかなという、ところですね。意外にもリュカは強くて、今のこの開幕では十分使える選手かなと思いますし、ケミもね、優秀で、1800コイン、ケミ合わせで、安い選手でっていうのでいくと非常にコスパがいいかなというふうに思いますね。ペースも意外とあるっていうのも、嬉しいポイントですね。
で、そして、続いては、カラスコですね。ヤニック・カラスコ。カラスコはね、値段は1500コインぐらいかな。で、こちらも買うことできます。まあ、スキル逆足44で、能力も非常にいいですね。うん、本当にいい。意外とね、カラスコは地味なんだけど強いっていう選手ですね。ペース88っていうのもいいし、決定力もあって、で、パスもまあ、まだ出せるっていう選手で、ドリブル自体は、まあ、バランス値が低くって、まあ、身長もね、ちょっと高めなんで、まあ、めちゃくちゃ軽い。それこそマフレーズとかと比べると、まあ、重たさっていうのはあるんですけど、まあ、どちらかというと、こう、スキルで細かくっていうよりかは、まあ、大きな歩幅を使って、ぐんぐん縦の推進力持って運んでいくみたいな、タイプになりますね。まあ、ドリブルは別に重くはないですね。重いと感じたことはそこまで、ないですね。180センチあるんだったら、まあ、これぐらいか、みたいな感じなんで、まあ、ある程度多くの方は使えるんじゃないかなというふうに思います。で、フィジカルも、まあ、身長高いので、まあ、まだフィジカル61ですけど、まだちょっと耐えてくれるっていう時も、まあ、あるんで、まあ、個人的にはかなりこの人も、優秀ですね。まあ、1500ぐらいで買える選手ではないかな。まあ、剣も難しいんで、それだけ値段が安いとは思いますけど、まあ、スパサブ枠としても、個人的にはいいんじゃないかなというふうに思います。で、そして、続いては、ケリーですね。ケリー。まあ、女子選手なんですけれども、まあ、値段は4700コインぐらいかな。で、買うことができます。まあ、この人も実際、クリバリと同じスカートで使っていてですね。まあ、こういうのはやれなくはないですけど、まあちょっとやっぱり値段安い理由もあったりは、しますね。ただ、この人のいいところはもちろんスキル逆足44ある程度あって、ペースも速くって、ドリブルも軽くって、パスもね、出せるっていうのはそれいいんですけど、こういうのね、一番の特徴はやっぱりプレイスタイルのこのパスの大胆なパスっていう、ここのプレイスタイルプラスがついてるっていう風なところで非常にいいですね。やっぱり他の選手にはない特徴っていうのが今作プレイスタイルで出てて、まあクロスですよね。クロスの精度が非常に高くなるっていう、まあプレイスタイルなんですけど、それがめちゃくちゃいいです。やっぱりこの人クロスあるから、ちょっと疲れててもまだ使うかって思う時もあるんで、やっぱりね、クロスの精度っていうのは他の選手とは違う、そういう風なところですね。なんで、まあ、クロス上げたりとか、する方は、ケリーはめちゃくちゃおすすめだと思いますね。本当に、まあ、アシストも多分結構してくれてるんじゃない？まあ、ゴールよりアシストの方が倍以上になってるんで、まあ個人的にはやっぱりそこのクロスっていう風な部分を使う方だったら、ケリーはめちゃくちゃおすすめかなという風には思います。まあ単純に運んでいくっていうこともある程度できる選手なんで、非常にこの人もコスパはいいかなという風に思いますね。で、そして続いてはベナセルですね。ベナセル。ベナセルはですね、まあ値段は1800コインぐらいかな。まあ1900ぐらいかな。で、買うことができます。まあ逆足さんっていうのはちょっと中盤の選手としてね、残念なところではあるんですけれども、それでも非常にボールタッチが細かくて、柔らかい、そんな選手です。軽い選手ですね。で、スピードも80あって、素晴らしくって、パスもね、うまくって、で、守備力っていうのもそこまで、なんか低いなっていう感じることは別にない。特に、まあ、インターセプトとかをね、してくれるタイプの選手にはなるの。フィジカルでガツンっていうよりかは。なんで、まあ、デヨングのちょっと介護官的な存在で考えてもらえたら多分、近いかなというふうには思いますね。まあ、中盤の選手でこれだけ安くって、まずペースが80あるっていうことがね、いいんで、まあ個人的にはこの人も、ケミは難しいですけど、全然使えるかなというふうには思います。ベースはちょっとおすすめかな、というふうに思いますね。そして、続いてはグリーリッシュです。グリーリッシュ。グリーリッシュ値段はですね、4400コインで、買うことができます。まあケリーのちょっと下かな。ケリーよりちょっと安いかなっていうぐらいですね。で、この人はまあ逆足さんはね、ちょっと残念なところではあるんですけど、やっぱりドリブルの軽さっていうようなところと、あとはまあプレイスタイルでね、まあいろいろ、まあついてたり、しますし、
まあ、あとは今週かな、持ってたりとか、するので、あとは冷静度高くって非常に素晴らしいなと、思いますね。まあ、どちらかというとね、まあ、サイドの選手なんですけど、ぶっちぎるっていうよりかは、まあ、周りとコンビネーションしつつ、ちょっとこう、中盤的な役割でパス出したりとか、できる選手ですね。まあ、で、シュートも、全然、先ほど言った今週とかついてたり、あとは決定力低いですけど、冷静さ高かったりとかするんで、意外にも決めてくれる、そんな選手ですね。またちょっとこう、ケリーだったりとか、まあ、マフレズとか、まあ、カラスコとはちょっと違ったタイプにはなるんですけど、まあ、サイドですけど、まあ、ベルナルド・シューバ的な感じですかね。サイドでぶっちぎるっていうとこではなくて、まあ、周りとうまく絡みながら自分も出ていくみたいなタイプの選手なんで、まあ、使い方によっては、非常に使えるかなというふうに思いますし、まあ、今作コントロールスプリントだったりとかもね、あるんで、まあ、ある程度スピードがなくても、なんかこう、ぐんぐん運んでいけたりとかはするので、まあ、グリリッシュそういう意味でも非常におすすめかなというふうに思います。全然強い。まあ、コスパいいなっていうふうに思います。で、そして、続いては、クバラッツヘリアですね。クバラッツヘリア。まあ、クバはですね、ちょっと値段高く、なります。27,000ぐらいかな。で、買うことできます。まあ、まず55っていうのが素晴らしいですね。スキル逆足ともに5っていう風な部分が、素晴らしくって、まあ、能力もやっぱり高いですね。86で、まあ、ペースもあって、シュートも打てて、パスも上手くて、ドリブルも、ね、上手いっていう、そんな選手になります。で、やっぱり55の選手、かつこれぐらい能力兼ね備えていたら、まあ、やっぱりみんな高く、なるんですけど、まあ、そういう意味で、やっぱりコスパいいですね。多分ね、これ、まあ、セリエだから、まあ、セリエだったりとか、あとはやっぱり国とか、チームとかで、ケミがかなり難しくはなってくるんで、そういう風な意味で、まあこれぐらいの値段なんですけど、めちゃくちゃコスパいいですね。だってまあネイマみたいな感じですから、55で左のウイングって、それでいくとネイマは30万ぐらいするんで、そこから考えると、非常に安いなという風には感じますし、まあ27,000でこれだったらめちゃくちゃ、お得ですね。本当に安くて強いなっていう風に感じます。いろいろなプレイスタイル持ってるし、で、先ほどプラスではないけど、こういう大胆なパス、クロスのやつも持ってるし、今週も持ってるし、で、なんかアウトカーブのこのトリベーラーっていうのを持ってるし、本当にプレイスタイル込みで、もね、見ても非常に強い。能力だけじゃなくて強いっていうことになりますし、かつ55。スキルも使えて逆足もっていう選手はやっぱり開幕限られてはくるので、その中でいくとめちゃくちゃこの人はおすすめ。だからこの人をエースにするセリエスカットでも十分戦えると、思うので、まあ、クワは非常に安くて強いなというふうに思いますね。で、そして、続いてはコロムアニですね。コロムアニ。コロムアニ値段はですね、27,000円ぐらい。まあ、クワと同じぐらいですね。クワと同じぐらいで、まあ、強いよ。この人も強いね。まあ、本当に開幕1週間前ぐらいはですね、4万とか5万ぐらいだった選手なんで、まあそこからちょっと安くなって、まあ手が届く人もね、増えてきたのかなって思いますし、やっぱりね、スピードですね。この人はスピード。スピードがあって決定力もあるっていう選手なんで、本当こうゲーム向きな、選手ですね。で、身長もね、高いんで、187あるんで、なんですかね、フィジカルで負けないですね。だから裏抜けで走ってる時でもフィジカルで潰されないし、相手を抑えながらスピードで加速していって、もう置き去りにしていって、相手のキーパーと1対1で決めきるっていうことできるんで、まあ非常にこう、使いやすい選手かなって思います。身長はね、高いし、ドリブルもめっちゃ軽いっていうわけではない、細かいタッチっていう選手ではないんですけど、やっぱりこう点を取る上で、こう一番の最短距離っていうのが、まあ、できる選手なんで、まあ、ムアには非常に優秀だなと、思いますね。まあ、この決定力82とか、ありながらも冷静さ86なんで、非常に ST としては十分かなと思います。で、スキル逆足もね、44っていうのは素晴らしいですね。で、そして、最後ですね。最後はですね、カトトですね。カトト。マリー・アントワネット・カトトという選手らしいですね。まあ、カトトはですね、値段は17,000ぐらい、
ですね。まあ、コロムアニ、クワからマイナス1万ぐらいの選手で、こういうのもね、44あって、ST として決定力高いです。決定力90ありますから。で、レズも85あるんで、非常に素晴らしいですね。決めきる力、得点力っていうのは、ぐっと上がると思います。ただ、ペースに関しては、めっちゃ速い。それこそムアニと比べると、ちょっと落ちては、しまうんですけれども、まあ、ある程度あるという、そんな選手だ。どちらかというとね、フィニッシャー型かな。裏抜けでぐんぐん。まあ、だからデンベレだったり、ディアビだったりとか、ムアニもそうですけど、スピードでぐんぐんいけるっていうほどの選手ではない。どちらかというと、本当にこう、決定力に割り振った選手になりますね。で、パスは、めっちゃうまいってほどではないですかね。まあ、ビルドアップのところでスルーパスとかは難しい選手にはなります。で、ドリブルはそこまで、まあ、身長がね、そんなにはないというか、めっちゃ高いってわけではないんですけど、まあ、それでも敏捷性バランスがね、ちょっと低かったりとかは、するので、この身長の割にはちょっと重さっていうのは、ありますね。まあ、本当にフィニッシャーというか、決定力というか、最後ボール渡して、まあ何かして決めるのか、まあ最後のワンタッチでシュートを打つのかっていうところは非常に決めてくれる選手になるので、まあこれで17000は全然安いかなというふうには思います。まあ片とも全然強い選手ですね。まあという感じで、こちらはコスパ最高ベスト11になります。まあまたですね、ポジション別の選手たちもやっていきたいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。